皆さんこんにちは、ランタムです。僕は今ね、長崎県に来てるんですけども、長崎には鉱山の島っていうのが2つありまして、1つ目はすごく有名な軍艦島で、あちらはね、入山可能な廃墟の島として観光地になって僕も行かせてもらったんですけども、実はもう一つ島がありまして、そちらがね、池島っていう島で、こうちょっとね、向こう側の方にある島なんですよね。で、軍艦島はもう閉山されてだいぶなかったんですけども、池島はつい最近まで採掘されてた鉱山島で、この閉山した後はやっぱしね、その建物等が残ってる廃墟の状態ではあったんですけども、今ではね、観光しても OK な感じになってるんですよね。で、自分一人でフェリーに乗って池島に行って観光するのもありなんですけども、実はね、1日2回11時と15時だったかなにツアーがあるんですけども、そのツアーに申し込んだら普段入れない場所まで入らせてもらうことができて、さらに鉱山弁当っていうのをね、注文したらそちらもね、いただくことができるんですよね。で、さらに島にはホテルがあって、そちらもね、すごく安く宿泊できるようになっていましたんで、今回はね、特別企画としまして、池島の方に行って観光してね、1泊泊まるというね、炭鉱夫追体験のね、旅の方に出てみたいというふうに思います。はい。で、ちなみに島には売店も何もないんで、食べ物飲み物は持っていかなくていけないんですけども、お昼はさっき言ったように弁当が出るんですが、夜宿泊する時のね、食べ物等がないんで、それらはね、今もう買い込んできてますんで、ちょっとね、カバンに詰め込んで島の方にね、向かってみたいというふうに思います。はい。じゃあね、フェリーのね、チケットの方買いに行きたいと思います。はい、420円です。はい、ありがとうございます。よし。はい、ということで、チケットをね、購入しました。420円でした。で、これで島まで25分ぐらいかけてね、フェリーが出てくれます。はい。おー、この船ですね、すごい。一応ね、お願いすれば車も乗って連れて行けるみたいなんですけども、島内狭いんでね、車よりかは多分バイクの方が有利なんじゃないかと思います。よし。おー、じゃあ、もうすぐ出港です。7枚の K 君ともね、しばしのお別れです。いたずらされませんように。はい、あちらに見えてる島がね、池島ですね。すごい、どんな島なんでしょうか。今からワクワクです。はい、出港です。おー、はい、島にね、近づきました。おー、高低差がある島なんですね。こちらはね、人が住んでる島みたいですね。廃墟の島かと思ったら、たくさんね、人がね、住んでる気配があります。車もありますね。すごい。よし。はい、上陸です。はい、ということでね、フェリー降りたらね、もうすぐにガイドの方が待っててくれて、ツアーがね、もうすぐに始まりました。で、今ね、僕のリュックは、車にね、乗せてもらって、歩いてね、最初の観光地まで移動します。ちなみにね、船乗られた方のもうほぼ全員がツアーのね、お客さんです。はい、ということでね、ツアーが終了しました。すごくね、楽しかったです。で、ツアーではこの池島の炭鉱を巡って、それからね、オプションの島内観光ツアーでね、島をぐるっと回って観光させてもらったんですけども、実はね、観光中は動画撮影 NG で、内部のね、動画とか撮影できなかったんですよね。で、島の端っこでね、ツアー終わったんですけども、今ね、またフェリー乗り場の近くのこちらのね、最初にね、バスに乗った場所まで帰ってきました。で、ツアー外になったんで、ここからは撮影できるんで、今からガイドしてもらった情報をね、お話ししながらランタイムのね、一人喋りツアーっていうのをね、ちょっとさせてもらいたいなというふうに思います。はい。ということでね、まずはね、こちらにね、見えてる建物なんですけども、こちらはね、どうやら今、市営住宅になってるようで、中でね、100人はいかないけども、結構なね、人数が住まわれてるそうです。で、多くの方がもう年金暮らしをされてる方で、島に住んでるとのことで、昔ね、その、炭鉱のアパートだったと思われるところが市の持ち物になってるようで、家賃はね、1ヶ月1部屋6500円で、水道はね、使っても使わなくても1ヶ月定額800円とのことです。だからね、住もうと思ったら毎月7300円払ってれば綺麗なお部屋で水も使い放題っていうね、素晴らしい建物になってるみたいです。
でボロいのかと思ったらね、意外とそうでもなくって、あちらの方にもね綺麗な建物があって、僕もね住めるのかなと思って聞いてみたら、やっぱしねちょっとね長崎市民っていうのかなとかじゃないと住めないとのね回答いただきました。はい。でどれからお話ししようかな。とりあえずね島にはねもうお食事できる場所がないみたいで、こちらがね最後のお店だったらしいんですけども、今は営業されてないみたいです。で、飲み食いするところはないって聞いたんですけども、とりあえずね自販機はあるんで、最悪ねジュースは買って飲めるとのことです。で僕はね今回池島炭鉱体験っていうものと、オプションの島内観光オプションっていうのをねつけたんで、大人で3170円必要だったんですけども、ここにね炭鉱弁当もつけたんで全部でね4070円でした。でツアーはねまずこの中に入って、建物内で炭鉱をねビデオ10分間ほど見た後にすぐねもうお弁当の時間でした。でお弁当はね今ね写真出てるようなお弁当で、可愛らしいお弁当で味もすごく美味しかったです。でお弁当を食べたらツアーが開始で、この道をね歩いてあちらの方にねあるトロッコの方にね乗って構内に入りました。で構内にはね当時の機械があったり、掘削機械が触れたり、第一立坑っていうね立坑の中を下からね上に向かって見るようなことができたり、実際にね掘削された石炭だったりダイナマイトだったり、あとはね緊急避難所だったり、いろんなところをねゆっくり見させてもらうことができました。でちなみにこちらの炭鉱は実際に22年前まで採掘されてた炭鉱で、2001年にね閉山となったんですけども、閉山理由が石炭がなくなったわけではなくって、石炭はねまだまだ向こう100年分ぐらいあったらしいんですよね。だけども国のね補助みたいなものがありまして、最低ねこの量は掘ってくださいねっていう量があって、国から補助があったらしいんですけども、その補助が切れたんでもう2001年に閉山となったとのことでした。だからね大人の事情でちょっと閉めちゃったみたいですね。はい。ですんでねこの島自体には現在産業的なものはないんですけども、この島で働いている方っていうのは今回のツアーガイドさん、あと町内を巡るバスの運転手さん、それから小学校と中学校を兼ねた学校があるんですけども、そこの先生が全部で9名いるとのことで、その方たちはお仕事されてるけども、他の方はね年金でこちらの集合住宅に住まれてる方とのねことでした。はい。でこの島にはねなぜかヤギがたくさんいるんで、なんでこんなにいるんですかって聞いてみたら、雑草対策として役所がねこうヤギを連れてきたらしいんですけども、なんかまばらに草を食べるんでそこまで効果がないというふうにね面白く教えていただきました。でも可愛いですね。触れるかな。人は怖がらないみたい。おいでー。でちなみにね、これらの建物は全部ね水洗トイレがついてるんですけども、お風呂がないらしくて、お風呂はこちらのね入浴施設をみんなで使うみたいで、お一人様ね1回100円で利用できるとのことです。だからね毎日お風呂に入っても3000円なんで、島内で生きていくためにはね多分1万円あればねちゃんと清潔なね生活ができるみたいです。羨ましい。でちなみに池島の名前の由来なんですけども、もともとこの島はねここがねでっかい池のある島だったみたいなんですよね。なんですけども石炭が取れるってことが分かってから、ここの水を汲み替えて、で8メートルぐらい掘って、あとここを切り開いて石炭がね運び出せるでっかい港にね作り方、そのことです。過激なことしてますね。はい。でこの港はねもう帰りに見ましょう。でさっきはね100円でこの道をねバスで移動したんですけども、端っこまで行ってもね 1.3 キロぐらいとかって書いてあったんで、いろいろうろうろ回って旅館に行っても多分2キロとかぐらいだと思うんで、もうね1時間もあればしっかり回りきれると思いますんで、健康のためにねゆっくりね散歩しながらもう一遍ね見ていきたいと思います。はい。ということでこちらはね C1 っていう建物ですね。こちらねどうやらたくさん入居されてるのかな、なんかそんな感じの気配があるんですけども、どうなんでしょうか。あんまりね人が住んでるところは映しちゃったら失礼だと思うんで。おーい、よいしょ。かわいい猫が集まってきますね。でもごめん、行くよ。とりあえずね猫がすごい多いですね。あ、知らない間にこっちも来たまた。でこちらの島ではね今現在でもこんな感じでねたくさんのお家があるんですけども、実際にねもう住まわれてるのは数軒だけとのことでね、さっきツアーのね話の面白い方から内情をね聞かせていただきました。ですんでもう崩れてるような家は人はね絶対に住んでないっていうお話でした。ここはね昔の商店街だったんでしょうか。なんかいろんなねお店っぽい建物が並んでます。どれも崩れそうです。で島にはね何軒か飲み屋さんがあったって言ってるんで、こちらもね飲み屋さんの後だったのかもしれません。こちらなんかね綺麗で新しい建物です。レトロなね喫茶店みたいな佇まいですね。こちらもねお店ですね。中ちょっと覗いてみましょう。
メニューも豊富でした。猫がやってきました。4匹。猫が多いですね。すごいたくさんいる。皆さんの中で抱っこさせてくれる子猫はいませんか？いませんか？で、現在地がね、こちらのバス停なんですけども、実はね、ここからこの上に上がる道が、どうやら昔のね、飲み屋さん街だったらしいんですよね。で、今は営業してないけども、その流れはあるっていうふうにね、言われたんで、ちょっとね、歩いて行ってみたいと思います。ちなみにね、日が暮れ始めたんで、ヤブカがね、出始めました。で、ちなみにね、この道はツアーでは通らなかった道です。この辺はね、このブロック塀がね、たくさんあるんで、多分この辺がね、そういった飲み屋さん街だったのかもしれません。で、ちなみにね、僕はあまり興味はないんですけども、この辺にはね、昔20代ぐらいのね、若い女の子が働くバーがね、たくさんあったとのことです。ここはパチンコ店かな。パチンコ店がね、あったというふうに聞いてるんで、おー、ありました。ツアーではね、20代の女の子が働くスナックがあったというふうに言ってたんですけども、多分ね、こちらだったんじゃないでしょうか。で、こちらはね、お食事楽しめるお店だったりとかしたみたいですね。はい、上がってきました。よし、ということでね、島のね、中心あたりまでやってきました。ちなみにね、ここがね、島内観光オプションで、バスに乗って初めて降りた場所です。で、ここにはね、郵便局があるんですけども、こちらはね、廃墟ではなくて、今ね、現役で稼働している郵便局とのことです。で、この辺りが健全な遊び場で、こちらね、島内に4レーンあるね、ボーリング場があったとのことです。でもね、今もうボロボロですね。で、あとね、こちらでね、お食事なんかもね、できたみたいです。ちなみにね、現在はね、もうピンもレーンも撤去済みで何も残ってないとのことでした。で、こちらがね、公民館ですね。こちらはね、1階は交流の場で、2階は図書館があったそうなんですけども、もう利用者数が減ったことで、4年前ぐらいにね、閉鎖されたとのことです。だからね、草ぼうぼうですね。寂しい。で、こちらが飲食店街だったようで、なんだかな、お寿司屋さんとか焼き鳥屋さんとかあったみたいなんですけども、ここね、もう一つ向こうの建物には焼肉屋さんがあったそうで、こちらが焼肉屋さんだったと思うんですけども、このね、お店を閉めるときに店主の方にね、一体ここでいくら儲けたのっていうふうに聞いたところ、1億円儲けたらしいです。だからね、すごくいい商売だったんじゃないかと思います。はい。はい。でね、こちらがね、炭鉱夫のための独身寮だったとのことです。ですね、独身の方はこちらにね、安価に入って炭鉱でね、働くことができたとのことです。ここはね、シャッターのついてる、建物なんですけども、ここもなんか独身寮みたいな感じのところで、ここはね、なんか少し売店型みたいです。だからここでおつまみとかなんかを買って、皆さん食べてみたいです。よし、ということでね、こちらもね、アパート群なんですけども、こちらはね、独身寮とは違って、家族でね、入ることができたアパートとのことで、今はね、全部もう鍵が閉まって入れないんですけども、実はね、この島内観光オプションを利用すれば、このね、3号棟の中に入ることができて、ここから、ね、ちょっと写真でお見せしようと思うんですけども、あそこの入り口をね、開けてくれて、中に入ったら、一番上の4階ですね、4階のこの窓際の部屋に入ることができて、その中はね、ツアーでね、観光する用のお部屋ができてて、当時のね、生活水準が分かるようなね、展示がされてました。で、お部屋はね、結構広くてから、皆さんね、いいお給料もらってたと思うんですけども、テレビがあったりね、キッチンもね、綺麗だったりとかして、あとね、お風呂はないですけども、一軒一軒ね、水洗トイレがついてました。はい。で、あとさらにね、特別に窓側からね、屋上に登れるように改造されてて、そこを登った先にはね、全部で、ね、40棟ぐらいあるこの建物がね、全部見渡せるような格好になってて、すごくね、圧巻でした。はい。ですのでね、ここまでは無料でもね、自分らでプラプラ見ながら分かるんですけども、こういったね、特別な景色が眺めれるのがね、島内観光オプションとのことでした。で、まだ続くんですけども、この辺のね、こういったジャングル的な木はね、もう、20年前はなかったけども、もう20年放置されたらね、こんな感じで木もね、生い茂って、どんどんね、緑にね、飲み込まれてるっていう風に言ってました。で、ちなみにね、やっぱしこれらの建物とかは管理者の持ち物なんで入ったりしちゃダメなんですけども、よくね YouTuber が無断で入って撮ってるっていう風にね言って怒ってました。だからね、やっぱし危険ですしね、許可が必要なものではありますんで、皆さん勝手にね入って撮影しないようにされてやってください。そのうちね、もう島の奥、島民以外侵入禁止とかでねいう風になるかもしれないんで、皆さんね本当にくれぐれも無断侵入だけはねされないようにお願いします。はい、ということで、ね、こちらがね小中学校ですね。一番多い時にはね、島民は7700人いたんで、小中学生合わせてもね、1200人もいたそうで、
こんだけでっかいね小学校が作られたみたいです。本当にでっかいです。でこっちがね小学校の体育館で、こっちがちょっと見切ってるのが中学校の体育館だったそうなんですけども、今はね学校に通う子もぐっと減って、今は小学生はね2名で、中学生がね1人で、先生が9人いるとのことです。だからね人がいなくなってね、マンモス校だけがね残ったっていうような格好ですね。はいはい、ということでね、ひときわ大きい建物の方にねやってきました。こちらはねなんと8階建てで、入り口はねここにかかってる橋を渡ったら5階なんですけども、ここから上に3階下に4階っていう格好でね、全部で8階建てのアパートが合計4棟作られたみたいです。ですね、ここはねもうこの道ありきで設計された8階建ての建物で、エレベーターはなくてね、全てやっぱし階段だったみたいです。大変。ちなみに今はねもちろんもう侵入禁止です。入ってっちゃダメです。すごいですね。ちなみにね建物の方からねバタンバタンと音がするんですけども、これはね木の板がね風に煽られてからこうバタバタなってる音のようです。逆にね人がおったら怖いです。よいしょ。はい、ということでね、8階建てのアパートの裏側にね回ってきました。裏はねこんな感じですね。橋を渡って通路を通って階段を上り下りして自分たちのね部屋に行ってたみたいです。ちなみにねこの27番の建物だけ色がね綺麗なのは、もうね全部こんな感じで風化してたんで色を塗り替えることになってたんですけども、27番を塗ったところで鉱山のね閉山が決まったんで、他のものはね塗られなかったっていうね格好のようです。はい、面白い話ですね。でちなみに現在地がこちらで、ツアーはねこの先のこの立ち入り禁止を抜けて第二立港女神像っていう方まで行ったんですよね。でここからねまた写真でお見せしようと思うんですけども、立ち入り禁止のところはねガイドの方が鍵を開けてくれて中に入ることができました。で入っていったらね、そちらがこの鉱山の第二立港で、トロッコに入った方が第一立港だったんですけども、あちらはね閉山した後にこちらの第二立港の方がね稼働したとのことです。でこちらねさらに奥の方に連れてってくれたんですけども、そこにはねお風呂があって、お風呂中はね200人が同時に入ることができるお風呂で、鉱山の労働者さんはね服のままお風呂に入って、服は備え付けの洗い場の方に入れて洗ったら翌朝には乾いてるみたいな格好で、ここでお風呂に入って、それからこちらのアパートの方にね皆さん帰ってこられてきたとのことでした。はい、よし、ということでね今日の島内観光はこの辺にして、僕はね、さっきも言ったように島の方で泊まれるホテル池島中央会館さんの方にね予約を取らせてもらってますんで、今からね、歩いて行ってチェックインをねしに行ってみたいと思います。はい、ちなみにね、島内の移動はバスが出てるんですけども、停留所はねすごく多くって、島のね端から端まで移動しても1回100円っていう風なね料金体制になってました。よし、ということでねホテルに到着です。はい、ということでねこちらがね長島市池島中央会館さんで、島で唯一の宿泊可能な施設です。で宿泊料金は大人1人3546円と激安なんですけども、ご飯は出てこないんで、晩ご飯と朝ご飯のね準備だけは自分でする必要があります。で現在の時刻はねもう5時20分で、もういい時間なんでね、早速チェックインの方にね行かせてもらいたいと思います。行きましょう。ちなみにね、さっきツアー中に荷物はね預けてました。自販機あると思ったら、お望みのものはねだいたい売り切れてました。残念。でもコーヒーある。やった。じゃあね行きましょう。はい、お願いします。はい、お願いします。はい、どうも。はい、ということで、チェックイン完了です。3446円に、さらにね、宿泊税が必要なんで100円。で、合わせて3546円お支払いね、させていただきました。はい。で、お風呂もね、利用させてもらえるんで、こちらでね、11時まで入れるんで、今からね、準備していただけるとのことです。はい。で、ホテルはね、こんな感じですね。こちらね、ロビーですね。新聞もあるんで、新聞も読めるみたいです。で、こちらがね、フロントですね。で、1階にはね、お手洗いも別々にあります。で、こちら会議室になってるけども、なんかの展示室なんですかね。展示室だ。炭鉱の中で見させてもらったこれらのね炭鉱符セットがここにもね展示されてます。島の歴史がね分かる写真がたくさん展示されてますね。池島全景っていうね本も出てるみたいです。廃墟マニアにはねたまらない本だと思います。これは面白い。よし。でこちらね2階なんですけども、こちらね調理室があって、ここでね電子レンジとか使えるみたいです。はい、こちらですね。なるほど。電子レンジとポットがあるんですけども、コンロ等もあるんですね。で食器類もあって、こちらもね利用可能みたいです。9セットがあるんで、お茶も飲めるし、飲むためのお茶もありますね。嬉しいことに油とかね塩コショウなんかもあります。これはね知りませんでした。で一応ねゴミもね捨てさせてもらえるみたいですね。そうなんだ。これは嬉しい、ありがたい。で
食料もね洗えるみたいですね。なるほど。洗剤類、包丁、まな板、どこまで使用させてもらったらいいのかわからないんですけども、多分ね洗い物はねしてもいいみたいですね。ちなみにね電子レンジあるのはすごい助かります。よし、はい、3階にね到着です。でこちらがね浴室ですね。今ね人がいないんでちょっとね見させてもらいましょう。男性入浴中になってますね。こんな感じですね。ああ、なるほど、いい感じのお風呂ですね。はい、こちらがねお風呂ですね。あ、浴室はでっかいのが2つあるんですね。でシャワーがね4口もあって、シャンプーセットがねちゃんと置かれてますね。これは嬉しい。こちらはね洗面台ですね。あ、洗濯機もある。これ使ってもいいのかな。使ってもいいんだったらね、僕車からね洗濯物持ってきたらよかったです。でこちらがね僕のお部屋ですね。おお、こちらですね。入らせていただきましょう。はい。おお、いいお部屋。すごい。ベッドはねちゃんとしたベッドでいいからすごい寝心地が良そうです。でエアコンですね。あと冷蔵庫にテレビ、扇風機もある。で机ですね。僕ね PC 作業したいんで、これはねすごいありがたいです。でもうコンセントはこっちなんですね。延長ケーブルがないな僕。で素晴らしい。夕日はねあっちなんでちょっと見えないんですけども、海がね見えます。わー、これはいいぞ。ということでね、こちらがね今夜の僕の城ですね。素晴らしい。よし、じゃあね外の景色眺めながらねちょっとゆっくりさせてもらいたいと思います。はい、パソコン見ながらゆっくりしてたらね、外がねすっかり暗くなってしまいました。で現在の時刻は7時で、お腹も空いてるんですけども、今日はねよく歩いて疲れたんで、今からねまずはねお風呂の方に入りに行ってみたいと思います。お湯がね張られてますね。よし、じゃあねゆっくりちょっとね使っていきたいと思います。よし、上がりました。すごくいいお湯でした。よし、はい、ただいま。よし、ということでね、お風呂も上がったんで、もうねご飯にしましょう。で今夜はねこちら電子レンジがあることだけは分かってたんで、ご飯とねカレーを買ってきました。であとお酒のあてにねみんな大好きコークンを買ってきたんで、これらをねすべてちょっとチンチンと言わせてからね晩ご飯にさせていただきたいと思います。じゃあね行きましょう。はい、レンジ、ご飯から。よいしょ。よいしょ。どうしましょうかね。丼ちょっと借りましょうかね。よいしょ。こちらねお借りしましょう。まずは軽くゆすいで。コークをねこうやって並べて飛び散らないようにね風呂でかけてからチンしましょう。多分ね30秒から1分ぐらいでいいんですけどもね。よし、 OK。 OK ですね。きちんと温まってます。よし、じゃあねカレーとねコークできたんで部屋に戻ってねいただきたいと思います。よし、じゃあね素敵な晩餐が用意できたんで、早速ねいただきたいと思います。いただきます。まずはねおつまみとお酒いきます。いただきます。美味しい。肉々しい。大好きなやつ。たまりません。たまにはねこういった食事すごくいいですね。今日ねたくさん歩いて疲れたんで、いつも以上にねめちゃくちゃ美味しいです。よし、じゃあカレーもねいただきましょう。果たしてお味は。これも美味しいです。僕ねカレーはねやっぱりキーマカレーが好きですね。ひき肉がねゴロゴロして僕は大好きです。ちなみにね本当はね違う食べ物も持ってこようと思ったんですけども、カバンの中にね入りきらなかったんで、今回はねすごく厳選した食材だけね持ってきました。はい、よし、じゃあねちょっとよし、じゃあね Amazon プライムで次元大好き見ましょう。よし、はい、ということでねしっかり食べて完食です。ごちそうさまでした。使った丼をね洗いに行きたいと思います。よし、ということでねいい時間になったんでちょっとねもう休もうと思います。
で、明日はね、9時45分のフェリーで池島を離れると思いますんで、9時ぐらいまではね、ゆっくりできるんで、この気持ちよいお布団の方でね、一晩ね、ゆっくりさせていただきたいと思います。はい。じゃあね、おやすみなさい。おはようございます。現在の時刻は8時半です。昨晩はね、気持ちよいお布団のおかげで朝までぐっすり眠ることができました。で、今日はね、9時45分のフェリーで本土の方にね、戻ろうと思うんですけども、実はですね、あそこに頂上の展望台があるんですよね。で、あそこにいたらね、島全体が見渡せるんですけども、フェリーが出るまでね、1時間15分しかないんで、ちょっとね、間に合うかどうか分かりませんけども、行けそうであればね、行ってみたいと思います。はい。よし、片付け終了です。じゃあね、行きましょう。よいしょ、よいしょ。あとね、コップちょっと使わせてもらったんで、洗っておきましょう。で、あとね、朝ごはんにと肉まん持ってきたんでね、こちらをね、ちょっと温めて、それからね、行きましょう。よし。現在の時刻は8時45分です。もうね、1時間後にはフェリーが出ちゃうんで、急いでね、頂上の方、向かってみたいと思います。おはようございます。よいしょ。池島中央会館さん、一泊させていただき、ありがとうございました。ね、僕の部屋はね、海が見える絶景のお部屋ですごく静かでね、気持ちよくて、ゆっくり休むことができました。感謝です。で、ちなみにね、3500円ぐらいで一泊できるんで、すごくね、お得に泊まれて、本当に良かったです。よし、でね、昨日のね、中学校の体育館の脇を抜けていくそうです。この先ですね。よいしょ。魔法の杖をね、持っていきましょう。こっちですね。蜘蛛の巣がすごいんでね、ちょっと払いながら行きます。すっごい坂。ロープ掴まないと結構厳しいです。よいしょ。ここかな。よいしょ。到着ですけど、これはダメだ。何も見えませんね。なるほど。この上だ。ちょっとね、危険かもしれませんけども、登らせてもらいましょう。せっかくここまで来たんでね。わあ、怖いな。全部登らないときます。怖いんで。よいしょ。おー、すごい。池島の全貌が見えます。すごい。本当はね、ここで景色眺めながら肉まん食べようと思ったんですけども、やめときましょう。ちなみにね、なんか穴が開いたように見えます。よし、降りましょう。よいしょ。はい、展望台着いたらね、9時でした。一応ね、ホテルから15分でここまでね、歩いていくことができました。よし、で、あと45分後にね、フェリーが出るんで、今度はね、フェリー乗り場まで頑張ってね、歩いて向かいたいと思います。はい、分岐にやってきました。このね、左側を行けば、通ってきた道で、20分ぐらいでフェリー乗り場まで着くんですけども、こっちを通ったらね、30分ぐらいかかるんですよね。で、時間的なね、余裕はないんですけども、もうせっかくだったらね、島を一周走破したいんで、フェリーの時間ギリギリだと思うんですけども、ちょっとね、早足で島をね、回って抜けたいと思います。ここにはね、なんか昔大きい木があったんでしょうね。今はね、なくなってます。よし、池のね、港の方にやってきました。で、龍神の祠っていうのがあるんでね、せっかくなんで寄っときましょう。はい、こちらがね、龍神の祠ですね。超逆光で見づらくてごめんなさい。で、龍神の祠があるっていうことは、水の神様を祀ってたところなんですけども、この池島はね、昨日もお話しした通り、この部分がね、池だったんですよね。その池を取り壊して、大きいタンカーがね、入るように切り開いた港なんで、今でもこうやってね、
龍神様が祀られてるみたいですね。はい、じゃあ僕もねお賽銭を置かしてもらいたいと思います。はい、よし行きましょう。でここが船着き場ですね。ここまでねベルトコンベヤで掘った石段を運んできて、それをねここから船に積み込んで、出荷してたみたいです。ちなみにね昔々の出来事じゃなくて22年前までね実際に稼働した施設なんで、テレビでねエヴァンゲリオンが初めて放映された時にはまだ動いてた鉱山ですね。はい、あそこはね人が乗るキャビンだと思うんですけども、もう傾いてますね。おー、でも意外とワイヤーはねまだピンと張ったままなんですね。やばいやばい、そうこうしたらね本当にフェリーがやってきましたね。あと8分で出港です。よし、じゃあねチケットをね買ってきたと思います。はいはい、どうも。よし、無事ゲットです。はい、ということで今回はね観光と宿泊が可能な鉱山跡地のね観光地池島でね観光と宿泊をね楽しませてもらったんですけども、いかがだったでしょうか。とりあえずね島は自分でポタポタ歩いて回ることもできるんですけども、ツアーに参加した方がすごくいろんなねディープなところが見えて良かったのと、でホテルもねすごく綺麗でゆっくり休むことができましたんで、皆さんもね機会があったら、池島遊びに来てからねぜひねツアーの方に参加させてみてください。後半のね地元巡りのツアー、おじさんのね喋りがめちゃくちゃ面白かったです。はい、こんな感じですかね。ということで今回この辺でご視聴ありがとうございました。出発も2分前なんで船乗ります。ありがとうございます。はい、お願いします。ありがとうございます。 OK、 乗りました。ギリギリでした。はい、出港です。左回りでね船回してくれてます。ありがたい。さようなら池島、楽しかったです。よーし、到着です。7枚のケーキもね健在のようです。オッケーオッケー。はい、上陸です。よし、ただいま。元気だったか。オッケー、じゃあね車ねちょっと片付けて出発ゲート準備したいと思います。